スプリングフェス振り返り、無課金キャンチケなしアンバーマスター20達成。ジャスパルと申します。遅くなりましたが、先日のサラダのエナジー 1.5 倍のスプリングフェス2026でアンバーマスター20を達成することができましたので、簡単な振り返りをしていこうと思います。今回実際にやってみて、最初は再現性はなさそうかなと思っていたんですが、意外とこれくらいが基準になるのかもなみたいなラインとかも見えてきましたので、今後挑戦される方やラティオスイベントの後に開催されそうなカレーフェスで挑戦される方の何かしらの参考となれば幸いです。もしかしたら海流なしとかでもいけるんじゃないかなとは思いました。それでは参ります。ということで、まずスプリングフェス2026の結果から参りましょう。木の実エナジー約133万エナジー、料理エナジー約729万エナジー、合計約862万エナジーでアンバーマスター20の約853万エナジーを9万エナジーほど上回ることができまして、無事アンバーマスター20達成となりました。最初からね分かってはいたんですけれども、今回はいろいろとかなりギリギリな総力戦という感じでした。メンバーはだいたいこんな感じです。ハーブを集められる AB 来航とヒーラー、料理チャンス、ハーブ担当、高温担当、鍋拡張担当、アボカド担当、大豆担当が2匹、思ってるより編成できなかった海流もう1匹って感じです。こちら後ほど詳しく紹介したいなと思います。挑戦時点でのアンバー渓谷のフィールドボーナスは 85%、 現時点での最大値で、メインで作っていた地ならし若漏れチップスのレシピレベルも65、こちらも最大値です。フィールドボーナスはちょうど 85% に上げたてだったので、マジでギリギリでしたね。スプリングフェスが予想通りくらいのタイミングで来てくれて助かりました。で、今回これまでの挑戦と同じくいいキャンプチケットは使っていないんですが、初めてお手伝いブーストダメを導入しまして、激辛ハーブを60個ほど多く持ち込んでいます。木の実エナジーに関しては5400エナジー分だったんですけど、結果的にはその分がなくてもクリアはできてましたね。が、ハーブ60個に関しては持ち込んでいなかったらかなり怪しい結果になっていたかと思うので、パルのメンバーだとお手ぶダメなしだった場合相当怪しかったというのは、後ほどのメンバー紹介でより詳しくお話触れるかなと思います。その他のアイテムに関しては、元気枕2つ、木の実ジュース4つ、食材チケットはスタンプの分とミッションの分で6枚は使ったはずですね。ホイッスルは緊急用に1個だけ持ってたんですが、使わずに終わることができました。今回ね、事前に集めておいた木の実ジュースにだいぶ救われた形となりましたので、ツボツボは偉大であるということはお伝えしておきたいなと思います。そんな感じで、今回キャンチケはなしなんですけど、お手ぶダメはしたよっていう感じなので、それがこれまでのマスター20チャレンジの私のね動画とは異なる点となります。またこれまでの他のフィールドのマスター20チャレンジではサブアカも一緒に2アカウントで挑戦していたんですが、今回はサブアカがサラダがあんまり得意ではなく、フィールドボーナスも 80% だったということで、最初からマスター20チャレンジはせず、ゴロゴロ熱湯サラダのレシピレベル上げをすることにしました。今振り返るとね、ワンチャンあったかもしれないんですけど、厳しかっただろうなとは思いますね。ってことで、前提的な部分はそんな感じで、持ち込んだ食材はざっくりこんな感じでした。これ初日に1食作った後の食材の状況となっていますね。激辛ハーブはお手ぶの分を回収した後になってます。本当はね、若漏れ21食分のアボカド588個を持ち込むくらいの気持ちで集めてたんですけど、うちのアボカド担当は食材確率に補正がないフライゴンなので、そこまで集めることができずといった感じでしたね。ただし最終的に作った料理は若漏れ18食、負けん気サラダ1食、ゴロッとサラダ1食の計20食になりましたので、結果的になんですけど、若漏れ21食分のアボカドなくてもなんとかなったという感じですね。ちなみに毎回なんですけど、食事を正確に記録していないので、何かしら記録アプリとかで便利なやつをご存知でしたらお教えいただけたらなと思います。
そんな感じで土曜日の夕飯が除いた全20食を作りました。でうち若漏れは18食作りまして、土曜日に食材が足りなくなったことで昼食を負けんきサラダに置き換えまして、それがたまたま 10% で大成功してくれて、土曜日の夕飯を抜きにして日曜日大成功に備えることができて、結局全部で20食という形になっています。最終的に料理大成功は全部で10回なので、20食分の10回、半分は大成功してたことになったみたいですね。水曜日と土曜日と日曜日に2回ずつ大成功しています。それ以外は1日1回ですね。最初の2日間1回ずつだったのでなかなかひりつきましたが、終わってみたら半分は大成功していたという感じだったようです。そして日曜日の朝昼ご飯を大成功できた時点でほぼほぼ到達濃厚となりましたので、夕食はゴロッとサラダを作る余裕ができたという感じでした。で料理大成功10回に関しては、これまでのマスター20チャレンジでもだいたいそんな感じの回数、9回とか10回とかだったので、今回も大きく下振れることなくいい結果になってくれたんじゃないかなと思います。土曜日終了時点でおよそ690万エナジーほどまでいっていたので、1日平均115万エナジーくらいで進行していて、日曜日に2回大成功が出せればクリアみたいな進行状況でした。結局のところ道中が大きく上振れない限りは日曜日2発勝負になりがちな気がしますね。大体そんな感じでかなりギリギリではあったんですが、振り返ってみると割とこれまでのマスター20チャレンジと同じくらいの大成功回数で無事にフィニッシュすることができたアンバーマスター20チャレンジでした。ってことでここからはメンバー紹介をもう少し詳しくやっていこうかと思います。改めて中心メンバーはこんな感じでした。ハーブ集めのキーマンだった A.B. ライコー、ヒーラー兼木の実の数 S が偉かったパーモット、第3食材コーンが地味に頼もしかったいなくてはならないデデンネ、ハーブ集め兼木の実 S の AAC 海流、コーン集めの ABA キテルグマ、この5匹が中心的なポケモンたちで、サブ的なメンバーとして鍋拡張を1匹で完遂してくれたブースター、食材確率補正なしアボカドの AAA フライゴン、所持数もりもりで主に夜間の大豆担当、鈍足なのでライコーとも相性がいい AA ゴローニャ、大豆が足りない時の2番手 AA ウェーニバル、そして想定よりも全然編成できなかった木の実 S の ABC 海流と、これがほぼほぼフルメンバーとなります。あとはスキルレベル1のデデンネとかも日曜日には頑張ってくれましたね。ってなわけで木の実 S 海流2匹を含むメンバーが揃っていたということもあり、サラダであればアンバーマスター20も狙えるんじゃないかってことで、かねてよりこのスプリングフェスに照準を合わせてアンバー渓谷のフィールドボーナスを上げていたわけなんですけれども、いざ蓋を開けてみたらきつかったのはやはり食材集めでしたね。ってことでここからはメンバーを振り返りながら何がきつかったのか、改善点じゃないんですけど、こういうポイントが抑えられればもっと楽に達成できたんじゃないかっていう攻略のポイントをお話ししていこうと思います。めちゃくちゃ身も蓋もない当たり前のことをこれからお話しします。ってことであまりにも当たり前すぎる攻略ポイント、こちらです。いいキャンプチケットあった方がいい、食材は AAA がいい、デデンネは複数匹いると安定しそう。そりゃそうっていうねそれができれば苦労しないっていうことではあるんですけれども、このあたりの要素をより整えられればもっと楽にマスター20チャレンジはできるんじゃないかなと思います。そして今回の私のメンバーのポイントみたいなところで言うと、海流の木の実 S は偉かった、パーモットの木の実 S は偉かった、ライコーのお手伝いブーストがなかったら達成は無理そうだった、こんな感じかなと思いますね。ってことで順番にお話ししていきます。まずキャンチケあった方がいい、そりゃそうポケモンたちの能力が上がるっていうのも最高なんですけど、何より鍋拡張が不要になるのがもう快適さ段違い、ストレスフリーなんじゃないかなと思います。キャンチケのありなしでもう決定的に難易度が変わるかと思うので、使える方は検討してみてください。とはいえね、無課金だとお試しバンドルのキャンチケも年2枚とかしか獲得できないかなと思うので、使うタイミングとしては個人的には
ホリデーと周年イベントみたいな夢のかけらのために EX で使うとかがいっちゃんいいのかなと思わないでもないので、なかなかね料理イベントで使うっていうのもためらわれるところなのかなとは思います。言うてねマスター20達成してもメインスキルの種1個とかそれくらいの話でもありますしね。ただねあれば当然楽になりますので、ぜひプレミアムパスへの加入もご検討ください。という当たり前ポイントその1、キャンチケはあった方がいいでした。続いて食材は AAA がいい。そりゃそう今回挑戦してみてやっぱり毎食若者を作るために食材を集めるのがもうなかなかハードというか、それが一番肝を冷やした部分でしたね。というのもうちの海流ハーブオイルの海流とハーブコーンオイルの海流なので、今回ね若漏れで使う食材はハーブとコーンってことで絶妙に必要な食材、絶妙にというか結構足りてないんですよね。ここがね特にレベル60第3食材オイルの部分がコーンかハーブだっただけでそれなりには難易度下げられたんじゃないかなと思います。で備蓄のほとんどをアボカドに回した関係でコーンも足りなくなっちゃいまして、かなり序盤から ABC 海流の枠は ABA キテルグマが入る流れとなりましたね。でここ当然なんですけど AAA 海流とかせめて AA とかキテルグマも AAA だったら当然楽になっただろうなと思いますね。これも当たり前なんですけど、使わない食材に偏る瞬間ってどうしても出てくるじゃないですか。全部を慣らして期待値なので、短期的にはめっちゃオイルに偏る日もあればキテルグマがミートに偏る日もあって、食材足りない時に連続で不要な食材だったりとかするとメンタルもまあまあ削られることと思うので、食材がもっと集めやすいとより楽になるかなと思います当たり前すぎますね。なのでね今回海竜が2匹いたからクリアできたっていうわけでもなくて、私はね海竜2匹でなんなら1匹分くらいの食材を集めていたような感じになるので、食材がもっとドンピシャ噛み合えば難易度は下がるよっていう当たり前のポイントでした。そして最後にデデンネは複数匹いると安定しそうってことなんですが、これもねこれまでのマスター20チャレンジ同様ではあるんですけど、結局日曜日大成功勝負になりがちなんじゃないかなと思うんですよね。そういう時にデデンネが複数いてくれたりとかするとかなり分のいい勝負ができるだろうってことで要素として入れてみました。私もねスキルレベルを上げているデデンネ自体は1匹なんですけど、一応バリアードデデンネ水五郎とかでなんやかんや料理チャンスをかさ増しできないこともないので、そんな感じで無理してましたね。でデデンネ複数育成2期ネキはそれなりにいらっしゃるのかなと思うので、実際どうかっていうのはぜひともコメントで教えていただけますと幸いです。そんなまず当たり前ポイント、キャンチケ、食材 AAA デデンネでした。この要素が多ければ多いほどもっと安定して達成目指せるものかと思います。で今回パルのメンバーでここは助かったなっていうポイントが海竜の木の実 S、 パーモットの木の実 S、 そしてライコーのお手伝いブースト、この3つかなと思います。ここの噛み合いでなんとか達成できたなっていう感じです。まず木の実エナジーについてなんですけど、このライコー率いるメインのメンバーたちでお手伝いブースト込みで1日20万エナジーくらい木の実エナジー稼げてるみたいなんですよね。結果的に木の実エナジー1週間で133万エナジーほどだったので、日曜日はねデデンネパラダイスしたりとか、寝ている時にはゴローニャ編成したりとか、そういったこともあったので大体これに近い感じでエナジーは稼げていたのかなと思います。で本当にパーモットと海竜の木の実エナジーが、これの大半を占めていたかなという感じで、この2匹が木の実 S じゃなかったら本当に半分以下とかになってたんじゃないかなと思うので、ここが大いに助けられたポイントでしたね。そしてお手伝いブースト、今回のキーマンはライコーだったんじゃないかなと思ってます。お手伝いブーストダメもそもそもね活躍してもらってますし、木の実エナジーが増加するっていう部分もさることながら、食材集めにおいて私のメンバーではライコーがいなかったら毎食ワカモレを作るというのは不可能だったかなと思います。ハーブ集めの中心メンバーが海竜 AAC なので、単体だと1日60個もハーブ集められないんですよね。ワカモレ2食分も集められないという状況だったんですが、ライコー自身が B ハーブ
だったこともあって、2匹ならなんとか3色賄えるラインってことで、もうパルのメンバーでマスター20を取るためには必須となるラストピースっていう感じでしたね。序盤はね、かなりお手伝いブーストも不発気味な感じだったんですけど、木曜日だか金曜日くらいから結構やる気を出してくれて、最終的になんとかなったという感じでした。で、やっぱりそもそもね、お手札目のハーブ60個がなかったら、そこも達成不可能だっただろうなと思うので、来光なしでは、うちのチームでは達成不可能だったように思いますね。なおこの画像を見ると、キテルグマがお手伝いブースト込みで1日100個ほどコーンを集めていて、若漏れ3色の75個を余裕で上回っていますし、デデンネの分もあるのでコーンはね余裕がありそうに見えるんですけど、寝ている間は基本的にゴローニャで大豆集めをしないと回らなかったということもあって、キテルグマのコーンはこれの3分の2とかになっていたわけで、コーンもギリギリ、大豆もギリギリ、ハーブも当然ギリギリでギリギリでしたそんなわけで今回のキーマンは来光だったんじゃないかなと思いますね。もし過去に戻れるのであれば、来光のレベルを頑張って60にして第3食材のハーブも解放しておけと伝えたいなと思います。なお真のキーマンはもちろんブースターとデデンネですね。特にブースターマジで頑張ってくれました。鍋拡張はね、キャンチケなしで挑む場合、毎回キーマン中のキーマンになるだろうなとは思うんですけど、今回若漏れ以外の食材を一切持ち込まずに挑戦しましたので、言ってみれば鍋拡張が失敗した時の保険を全くかけない状態で挑んだんですよね。そうじゃないとクリアできないだろうと思っていたので、なのでブースターが下振れた瞬間、かなり怪しくなる勝負だったんですけど、見事期待に応えてくれまして、最終的に土曜日の朝ごはんまでの15食分ですかね、月曜日の朝は用意しておけるので、その分は完璧に全て時間内に仕事を果たしてくれて、日曜日にバトンをつなぐことができました。めっちゃいい仕事してくれましたね。ちなみに土曜日のお昼の負けん気サラダはレントラーが2回鍋拡張をしてくれたおかげで作ることに決めまして、結果負けん気大成功までしてくれたので、夕飯を抜きにすることもできて、今回ね鍋拡張に関してはかなり恵まれた結果だったなと思います。ブースターもね、スキル確率全盛り、お手伝いスピード M っていう、もうこれ以上ないくらいのサブスキルなんですけど、それでもやっぱり下振れる瞬間ってあるじゃないですか。これまで何度か動画にしたこともあるんですけど、一発勝負のこのタイミングで実力を発揮しきってくれて本当に心強かったです。そんな感じで結局のところ何から何までギリギリではあったんですが、今回のアンバーマスター20チャレンジ最終的には無事達成となりました。本当に良かった。やれるもんですね。こんな感じでね、私のメンバーでは来光がいなければ達成は不可能だったように思うんですけれども、食材がしっかりと噛み合っていれば別に海竜2匹いなくても問題なくクリアできたかなと思いますし、今回もねデデンネ1匹でもなんとか達成することができましたので、ぜひとも今後のタイミングでも皆さん挑戦していただけたらなと思います。で、カレーフェスグラタンを作るとなると鍋拡張の重ね掛けが必須になるので、なんとかなるんですかね一応ね、カレーフェスはサブアカでアンバーマスター20チャレンジしてみようと思ってるんですけどマジで無理そうすぎません？ラティオスイベントが終わった後にまたカレーフェス来るんじゃないかなと思うので、フィールドボーナスだったりレシピレベルは準備しておくといいのかなと思います。そんなスプリングフェス2026アンバーマスター20チャレンジの振り返りでした。私のね動画のコメントでも達成されたよという方数多くいらっしゃったように思ったので、ぜひどんなチームで挑んだのかお教えいただけますと幸いです。本当にねいろんなパターンのチームがいるかと思うので、私も参考にさせていただければと思います。よろしくお願いします。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。めちゃくちゃ力になってます。それでは次回カレーフェスグラタン鍋拡張地獄の重ねがけ編でお会いいたしましょう。もう全く想像つかないですね。いける気全然しないそれでは次回も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。